こんにちは。マシン原田の部屋へようこそ。今回のゲストはこの方、横井くんです。よごいだいや、パリテンション高いし。よごいだどうも皆さん、よごいです。いや今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。来ましたね、次この日が。来ました。待ってましたよ。ほんまに？待ってました。いつなって呼んでくれるねん、思ったよ。今日は、はい、横井くんが経営しているスタジオレックスにお邪魔してます。ありがとうございます。スタジオレックスに来ていただきました。ありがとうございます。スタジオレックスはですね、西中島南原から徒歩2分にあるレンタルスタジオでございます。大きなスタジオから小さなスタジオまで、ダンスから何から何までいろんなことにお伝えください。ぜひ来てください。スタジオレックス。そしてこの服ですね、神戸のラジャブルックスの Q ちゃんが Q ちゃんプロデュースしているインディビデュアル。インディビデュアル。横井をね、今度撮影するっていうのをどっかでね、はい、小耳に挟んで原田さんぜひ来てくださいって送ってきてくれて。送ってくれたんですか？そう。マジっすか？めっちゃいい。Q ちゃん俺にもまた送ってください。エレクトリックトラブル、そしてレッキンクルーオーケストラ、そして EL スクワッドの横井です。よろしくお願いします。僕もう48ですよ、今年。48か。48っすわ。年男です。ディライトに初めて出たの17歳ですから、ついこの間までパリにも行ってたり、EL スクワッドの活動がまあメインではありますかね。やっぱり今は会社を経営しておりますので、スタジオレックス、スタジオだったりとか、ベースというね、うちがやっているダンサー養成所みたいなことだったりとか、EL スクワッドのお仕事だったりとか、そういうことがメイン。舞台関係は仕事というか、ライフワークとしてずっとやり続けてる。レギュラーのレッスンとかしてないの？やってないですね。もう僕7、8年ぐらいやってないんじゃないですかね。なんでなん？ダンスインストラクターしか生きる道がないっていうのがかなり怖っと思って、この先。その当時はやっぱりもちろん週に10何本とか、ね、数をやっぱやらないとダメじゃないですか。インストラクターってその他の方わかんないですけども、僕1本あったらやっぱ前後1日全部潰れるんですよね。振り考えたりで、体力的にこうなったりとかで、それをやりながら他のことを全部進めるみたいなことがあんまり上手にできなくて、だから自分のやりたいことやるためにはこの時間の使い方じゃ俺多分やりたいことできんまま終わってまうわと思って、もちろん今のこのウィザーズといううちの会社のこともあって、ちょっと自分の生き方をいっぺんに変えてみようと思って、でもレッスン全部やめだと思ってでも結構やってた。やってました。もうガンガンやってました。もちろんそれがね食いぶちだったんで、でも怖なかった？それめちゃくちゃ怖かったですよ。だってそれがメインの仕事やったわけや。それが一気にゼロになる恐怖心。いや恐ろしいですよね。でもやってるもんな、それで。やりましたね。それがすごいなと思って。いやバカですよね、本当。いやちゃんと成立してるからバカではない。いや成立はもうこんなんですよ。こんなんですよ。もうずっと大変ですけどね、本当に。ワークショップとかはすんねん。それも一時期は全部やめてたんですけども、教えもなし、ワークショップもなし、ジャッジももう全部一回やめたんですよ。数年前ぐらいから少し時間がある時にはシンプルにお世話になったこのダンスシーンに対して自分のできることをやっぱりちゃんと返したい。ダンスを始めたきっかけっていうのは？最初に興味持ったのが、マイケル・ジャクソンのスリラーなんですよ。商店街にあるその電気屋さんで、ショーウィンドウのテレビでスリラーのミュージックビデオが流れてて、僕小学校2年やったんで、めっちゃ怖かった。ゾンビの顔がマイケル・ジャクソンのみたいな、何これと思ったんですけども、踊り出してすごいそれにこう興味持って、もうずっとこう見てたんですよ、終わるまでも。ダンスというそういう存在を初めて知ったみたいな。その後すぐ風見慎吾さんの「涙のテイクアチャンス」、そう、あれが流行って、なんかこれ前見た怖いゾンビのやつのダンスに似てるみたいなんで、しかもなんかかっこいいと思って、でそれを真似するようになって、ブレイクダンスっていう言葉が割とメディアにも取り上げられるようになって。じゃあブレイキンをやってたの？練習してましたよ、ウィンドミル。なるほど。めっちゃブレイクダンスの映画があるっていうのを知って、街のレンタルビデオ屋さんにまだ1泊1300円とかする時代ですよ。いやあの頃はね、むちゃくちゃ高かったんですよ。だって VHS テープが2万円ぐらい。そう
その時代にで最初に見つけたのがブレイクダンス2です、2の2入りなん2のビデオ、そこに1なかったんですよ、そこのなるほど2しかなくて、それで興味持って真似してたみたいなぐらいの程度で、中学校の時にダンス甲子園始まって、LL ブラザーズに超憧れて、高校になったら絶対ダンス甲子園出たろうと思ったら高知で終わっちゃうんですよね。なるほダンスど。甲子園が。でも僕その時そのバスケットボールずっと小学校6年生から高校もそのバスケットボール強いところみたいなんで選んでいったぐらいなんで、怪我とかいろいろあって高1で辞めて、もう何にもやることないみたいになってた時にズーですよ、今度はチューチュートレインこんなんやったんで僕もずっと、なんか俺もやっぱりダンスやったらこんな楽しくなれるのかなみたいな一心でまたやり始めた。ズーのビデオ買いあさって振り付け全部真似して、なるほどなるほど。友達と一緒にずっとやり続けてみたいなところからスタートですよね。だからその時はもうそれ以外の情報なんて何もなかった。なるほどね。はい、だからそれを知っていくのはそこから1年後ぐらいから。一番最初はだからダンスディライトですよ。なんでダンスディライトを知ったの？見つけたんです、フライヤーを。その当時行ってたアメリカ村のね、GH っていうね、服屋さんがありまして、2階にあるね。はい、そうです。黄色い。そうですよ。そこでディライトのボリューム4です。 ODD の方へ。そうです、ジャパンじゃないよ、 ODD ですよ。 ODD のボリューム93年ね。はい、それのフライヤーを見つけたんですよ。その一緒にやってたダンス友達とりゅういちゃんと一緒に「手を合わせ」って確かチーム名ワンや。ワンツー、おーすごいワンです。イグジストじゃないのよ。エグジスト最初は。2人です。一緒にやってた相方が龍一、僕名前雄一って言うんですよ。で2人とも1と1なんでワンですだけです。そういうことだ。はいでもその時は入賞もなくて。もちろん、何もなくて、でもそれに出る直前ぐらいにその EXIT のメンバーと知り合ってて、でも一緒にやろうぜみたいな話はしてたんですよ。でもまあその前にも2人で出るって決めてたんで、その時 EXIT のメンバー応援に来てくれてました。注目され始めたんはグランドチャンピオン大会ね、ボリューム6までの1、2、3位のチームとグランドチャンピオン当日の敗者復活戦、この敗者復活戦で勝ち上がってな。勝ち上がったんですよ。昼間に当日敗者復活があって、夜にグランドチャンピオン大会ですよ。でそのグランドチャンピオン大会で特別賞を取ったんですよ。ジングルベルネタ、ジングルベルってクリスマスにね。そっからやっぱ一気に注目された。そうです。EXITとして見てもらえるようになったのがそっからです。で、新聞にディスられるようになったのもそっからですね。なるほど。それがファインに取り上げられたんだ。あ、そうです。はい。だって僕らだってそこまで何の端にも棒にもかかってない、グランドチャンピオンに出る権利もないようなチームだったんで、ほんまたまたま敗者復活でボーンっていったみたいな。で、そしたらグラチャンの特別賞取ったみたいな感じなんで、それ周りからしたらお前ら誰やねんみたいな。男子誰みたいな感じですよね。おもんないわな。いや、おもんないと思いますよ。やっぱりでもジャパンじゃないですかね。ジャパンボリューム1じゃないですか。その翌年のジャパンボリューム1で2位やもんな。いきなり準優勝させていただいて、でしかもそのゲストがエリートフォースだったんで、そのもう2つが合わさって俺らもう死ぬほど炎上ですよ。もう憧れのエリートフォースが EXIT を2位にした。そうです。今までね、その皆さんはヒップホップイコールまあそれはもう黒さが大事だと、でそれこそニューヨークのオリジネーター、モップトップ、エリートフォース、ミスフィッツ、ね、みんながライブ TV を見て憧れた、もう一番トップダンサーですよ。そこを信じてみんながやってたわけですよ。で僕らみたいなのがヒップホップちゃうって言ってたのが、その彼らが僕らを選んでしまったわけですよ。これ大事件です。まあそんなん言うたらそれは大事ですね。それは多分これは使われへんのちゃうかな。エリートフォースとかモップトップとか、その辺憧れてた。ライブ TV は見てた。見てました。ジャパンボリューム1の時って、前日にエリートフォースナイトやったでしょ。やった。ダウンで、僕らもちろんディライトめちゃくちゃかけてたんで、前日なんでね練習する予定なんですけども、もうどうしても行きたいって言って全員連れて見に行ってみたいな。いやもう大憧れですよね、本当に。そんな衝撃な彼らがやっぱり僕らを選んだっていうことがまたとんでもない炎上ですよね。影響を受けたダンスはやっぱりエリートフォースが一番。いやもう完全にそうですね。もう僕の場合はまあエリートフォースであり、そしてまあその中のリンク、もうリンクが一番。まあもちろんね、みんなもむちゃくちゃ影響を受けましたけども、まあ誰か一人あげろって言われたらやっぱりリンクですね。やっぱり僕は衝撃でしたもん。見たことなかったんで、本当にああいう感じで踊るダンサーを、まあ先輩とかいろいろこう、まあヒップホップっていうのはっていうこう言われてたものと全
く違うダンスだったんで、なるほど。それこそビート感とか、うんその重みとか、うんまあ大事ですよ、もちろんね、うんもちろん大事なんですけども、音楽そのものみたいな、僕がやっぱ一番衝撃やったのが DJ タイムで彼が踊ってる時に曲流れてるじゃないですか、その曲聴いてても聞こえてない音がいろいろあるんですよ、彼が踊った瞬間にその音がパーンと聞こえるみたいな、こんな音鳴ってたんやみたいな、もうまさに音を表現してるの。信じられへんと思って、だからそんな経験をしたことがなかったんで、僕はもう絶対これを目指したいってやっぱその時に思ったんですよね。もう音楽を奏でるダンサーになりたいって思ったのがやっぱりきっかけですね。なるほど。そっからやっぱりレッキークルーオーケストラの名前もつながってるんやろ。全部やっぱつながっていきますね。やっぱり音楽っていうところに全部いくんですね。約束通りポップボックス来ました。めちゃくちゃ楽しみです。じゃあ早速行ってみましょう。ファイトポップボックスやばいね。これはやばいですね。本当僕が思った以上のなんか化学反応を見せている。いやもうこんなことあんのんっていう感じだ。異次元がね、はい、すごいですよ。お疲れやな、ほんまに。いやいやもう、いや本当ね、オーガナイズもバトルも出て。いやいや、あれもらっちゃったらもうね、元気になるしかないです。楽しくてしょうがないですよ。で、皆さん見に来てくれてるし、嬉しい限りですよ。まあでもこれは実は日本サイド、次はアジアまた意識してますので、またぜひチェックしていただきたいなと思いますんで、はい、本当ありがとうございました。今日。いやいやもうありがとう。じゃあ最後は皆さんにはい、皆さん頑張ってます。そしてマシンさんもまだまだ踊ります。今日多分エナジーもらっちゃったんで楽しみにしておいてください。まだまだ頑張ります。ありがとうございます。このエレクトリックトラブル結成の経緯って、エレクトリックトラブルはボリューム9でまさかのスリーダーハードウェイをやるわけやん。スリーダーハードウェイ、はい、その経緯は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。僕が公演出演いたしますネイティブ、こちらの公演が3月19日大阪のトングバイスバルホールで開催されます。